オンにするとこれ使いやすいね。はいどうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト菊池正義さん。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。今日ワウの動画なんですけども、またワウかよ。前のワウの動画以来なんですよ。ね、あれは楽しかったね。ありがとうございました。会う人にワウ見たよって言われた。本当ですか？本当に言われた。すいません、なんかいやいやいや、今回は真面目にちょっとやりたくて、ワウをね。はいはい。今日はワウってそもそも何なのかっていうことから、確かにね、分かんないもん。そうなんですよ。そして使い方、こういう風に踏むといいよだとか、こういう奏法に合うよみたいなことを菊池さんから教えていただくという。教えることもそんなに。いやそんなことないと思うので、まあちょっとやってみます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあやっていくんですけれども、早速ちょっとまずどんな感じ、今足元にですねワウペダルクライベイビーがありまして、基本のどんな感じなのがワウのサウンドかというのをやってみようか。やっていただいても、はいはい。おわ、かっこいい。いいですね。これがね、ワウペダルって言ってチャカポコいう感じなんですよね。そもそもなんでチャカポコなるのっていうところだよね。そうですね。じゃあちょっとご説明させていただきますね。お願いします。こちらにですね、ちょっとお持ちしたのがイコライザーなんですけども、ワウペダルって何をしてるかっていうと、狭めの帯域を中域を中心にこうビューってブーストする。このブーストする場所がペダルを踏むとだんだんこう変わっていく、帯域がこうずれていくんですね。またこう戻すと戻ってくる。ウェーブ、そうですね。これちょっと EQ で実はね再現で頑張ればできる。ちょっとやってみますね。わかりやすいようにこれ全部一回下げますと、どんな音してます？でね、ここほらすごい。このブーストしてるところがこうだんだんこうずれていって行ったり来たりするという。なるほどね、そうなってるんだ。そうなんですよ。はい。でこのワウペダルにつないだんですけれども、ここにねスイッチがあって、こう足のつま先でグイってね、グイって踏むことによってオンになるんですけども、オンにするとなるほどねっていう感じ。それを手でやってたわけだね。手でやってました。はい、じゃあ再び足元にやってきましたけれども、これどういう風にやるのかっていうのを。そうだね。これあんまりワウの踏み方動画って見たことないと思うんですよね、僕。そうだね、決まりはないよね、多分。はい。ただリズムに合わせて踏むっていうのはありますよね。が一番オーソドックスかな。はいはい。もうなんならコードとかも弾かずに。とかだけの演奏もあるんですよ。確かに。パーカッションの役割というか、意外と多くて、楽ですよ。コードを覚えなくていいみたいな、ただチャカポコやってるみたいな。でもすっごいかっこいいですよ。超効果的で、っていうのとちゃんとコードに合わせてリズムを刻むっていうのはもちろん。はい。リズムっていうのはこうダウンのタイミングで踏む感じですかね。基本はシブかな。シブ音符。今全部頭で裏で踏むってことはあんまりしないかな。やってみようか。どっちが頭だか分かんないけどね。でもありっちゃありだけど、ちょっとなんかやりにくそうでは。やりにくいね。やっぱこっち頭で乗ってこっち裏だから難しいかも。あんまりやらないかも。とはいえ16分の裏、頭と16分の裏とかっていうパターンが結構あって、例えばだと
ザツツザ16分裏の時にかかと側にあるんですよ。モコってした方。はい。なるから。ちょっとこれは難しいんじゃないですか。もう一回言ってもらっていいですか。1、2、3、4の時はかかと側にあって、4の時。そう、また1の時に頭にあるじゃないですか。っていう踏み方をする。コードのリズムに対して、ワウも同じところでつま先側に行く。ああ、これまた違う感じに意外とやりますね。これもう一回ゆっくりやってもらっていいです？おお、普通にやると。違うでしょ。これは聞き慣れてる。で音を切らない時もあって、ワンワっていうのは切るとだけどつなげると、なるほど。これがね意外と効果的。そんでまあ曲によっては白玉って言ってその伸ばす。伸ばしてる時に2拍3連ぐらいで踏むとか。1、2、3、4とかっていうのもよくやります。手はもうビローンって伸ばしてるだけだけど、足でそのリズムを。そうなんですよ。そうするとなんか俺かっこいいなみたいな。ああ。おお。行ったり来たりとかはやりますね。あとはちょっとずつこうやるやつありましたね。あれ好きなんですよね僕。それです。それも曲の中で盛り上がる時にドラムのフィルみたいなもんで、なんか。とかわあかっこいい。これいいですよね。これもなんかねただ弾いてるだけなのにワウの力がとても生かされるというか。これのコツって何かあります？なんかこうそうだね、やっぱ踏み切るマックスまでのカーブ感というか、多分いきなり発射しない方がいいんですよね。そう初めはためて結構かかとからためめの最後のリズムにワン、ツー、スリー、フォー、ワンに向かって、僕はワン、ツー、スリー、フォー、ワンで踏み切るみたいな。もう一回見せてもらってもいいですか？おお、みたいにすると気持ちよく入ってきたなみたいな。そうか、じゃあ初めから結構踏んじゃうとなんかもうそうだね、もう終わっちゃうみたいになっちゃうからね。どうなんだろう。失敗したみたいな。これは多分ワウによって踏みしろが多分違うと思うから、自分の持ってるワウでどこが一番ピークなのかを普段から分かってるとやりやすいかもしれない。菊池さん、あとはワウといえばソロとかで踏むね。歪ませてソロ弾いてる時に踏むやつ入るじゃないですか。あれはテンションが上がるのよ。おお、それちょっと言ってみましょうか。はい、今歪みペダルをつなぎました。接続順としてはワウペダルが先でその後に歪みペダルっていう感じの順番になってます。では一旦じゃあちょっとワウオフの音で。おお、踏んでみましょうか。よいしょ。いいね。いいですね。やっぱりテンション上がるね。テンション上がりますね。これでも、教わったり勉強したことないな、ワウペダルを。なんかあります？教わったことないですよね。ないわ。教えて。
誰か逆に、感覚でだね、踏んでるんですよね多分。結局どこでも別に音悪くはないから。はい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 。アクセントがある時に踏むだったり、まあ支部で踏むとかも。そうですよね。で伸ばしてる時にそれこそこうやる、チョーキングでやってる時にこうやるとか、フィーリングに一番忠実かもしれない。あ、確かにそうですね。すごいね。ワウ考えた人すごいね。いやそうですよね。歴史長いですからね。すごいですよね。本当だよね。ちょっとそれを意識してもう一回ちょっと皆さん見ていただければと思うので、もう一回お願いしてもよろしいでしょうか。最後のクワウっていうこの最後にこのねかかとにするやつ最高ですね。ワウすげえな。すごいですね。でね、菊池さん。おお。いやいやいや、また6個踏むつもり？もう踏まないんですけど。2本しかないよ。せっかく今日ワウの動画なんで、すごい絵だなこれ。すごいな。せっかくワウの動画なんで、ワウペダルによってどういう風に音がちょっとずつ違うのかみたいなのメーカーも違うし、そう紹介できたらなと思ってまして、今やったのはまあクライベイビーだったんですけど、例えばこのボックス、はいはい、みんな見たことあると思うね、この文字とかよく見たことありますね。とかね、なんかいろいろあるので、なんかちっちゃいやつとか。これはクライベイビーのちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。ちっちゃい。ちょっといろいろやってみません？やろうやろう。じゃあクライベイビーかな。やってみます。クライベイビーってこう踏み込んだ時に結構カリッっていうところまで行ってくれるところが結構特徴的かなと。じゃあ続いてボックスに変えてみたいと思います。これもまた有名で。どんな感じですか？なんかフレーズ弾く前に。あ、幅がちょっと狭くなった感じがするね。ちょっとマイルドですよね。そうだね。なるほどね。幅が狭いから、最後の到達点まで行くのがちょっと難しかった。ああ、そうですか。大人な雰囲気の音楽とか、そうだね。なんかそういうのにはいいかもね。うわー、かっこいい。いいね。そう、渋い感じが。渋い。続いてじゃーん、こちらエキゾチックのワウペダルでございます。まあこれ普通に白色で、これちょっと限定カラーなんですけれども、これ何がいいかっていうと、ここのね外側に4つつまみがあって、このベーストレブルだとか、ワウの9っていうこのね幅だとか、バイアスっていうね中の電圧値、まあその結構その効き具合かな、ワウペダルというのが変わってくるので使いやすいよね。そう、すぐ現場でねその場でちょっともうちょっとこっちがいいって調整できるやつですね。これサイズがちょっと一回りちっちゃいんですよね。それもいいんだよね。ボードに入れやすいというか。そうですよね。しかもこれ絶妙なサイズで、なんだろう、小さすぎず大きすぎず。そうだね。であと LED もついてて、今オンなのかオフなのかもそれ大事だよね。大事なんですよね。本当に分かんなくて、たまに大失敗する大失敗ってね、オフだと思ってんのにオンでもうカリカリの音が出るっていう向こう側にしてあるからね。これあるあるですけども、何度もやってる。あ、そうですか。菊池さんも何回もやってる。おお、すっごい滑らか。すごいナチュラルなんですよね。だからどんな曲とか現場にも対応できる仕様な気がしますね。めちゃくちゃ使いやすい。おー、今までの2つはもう昔からあって、ちょっとじゃじゃ馬感が強いけど、すごく整っていて。そうですよね。整ってるがゆえに、なんか本当に現代のね音楽にマッチしやすいところもあるし、でも逆に言うとやっぱりああいうちょっと尖ったやんちゃ感を求めてるのにおとなしいんだよなって思った方は、ですよ。いじれるのね。そう、例えばトレブルをちょっと分かりやすく上げ目に2時半ぐらいまで上げました。これでやると
全然出るんですよ。出るね。だから便利ね。そうだね。じゃ今度は逆にブッダって言ってギャンギャンじゃないですか。逆にギャンギャンいくやつやってみる。はい。どうでしょうか。どうでしょうか。でも思ったより全然扱いやすいから。まあでもちょっと体型はちょっと上かな。上なんですよ。これちょっと歪みちょっと足してみたらやんちゃなのかな。ちょっと踏んでみようか。はい。かっこいい音するね。このビヤーンみたいな。でこれなんか悪く言うと何弾いてんのか分かんないみたいになっちゃうんですけど、それが結構そのなんかオーラっていうかギタリストみたいな。そうね、好き。おお、好きいただきました。あ、よかったよかった。続きましてこちら。これ分かります？見たことあるよ。アンプとかにも書いてある。そうですね。ビーズの松本さんのシグネチャーのクライベイビーなんですよ。あ、クライベイビーはクライベイビー。はい。すごいね。ワウペダルってアーティストさんのシグネチャーモデルみたいなのが結構あるんですよ。各社から出ていて。なるほどね。はい。好きなギタリストさんがいたら、その人のモデルみたいなのがもし出てれば買うのも面白いかも。その人の音が早く出るかもしれないね。早く出るかもしれない。ちょっとやってみますこれ。はい。これもいいな。これいいですね。使いやすい。これなんかすごい松本さんサウンドもやっぱしてますね。でもなんか普通に例えばグレイの拓郎さんとかも普通に使いやすいからっていうのは理由だと思うんですけど、これを使いやすいかも。やってみますね。一番使いやすい帯域をうまくまとまってる気がする。余計なものはないという。これちょっと歪みと組み合わせでリバーブちょっと増しでやっていいですか？これ使いやすいね。そうですよね。でもまさにそういうサウンドもするし、松本さんライクなサウンドもしてました。今、はい。さすがだね。続いては、刀サウンドのソウルベイビーっていうのがあって、これね僕好きなんです。見たことない。ちょっとね、武骨な感じかな。ちょっと一回踏んでもらうと。ぶっとい。重心がだいぶ低い感じがする、なんか武骨な武士みたいな。これは武士。太っ。いやそうなんですよ。刀サウンド、よく言ったもんだね。いやもう刀サウンドさん完璧に武士だね。はい。続きましてお持ちしましたのがクライベイビーミニ。ちっちゃ。ちょっと思っていただいていいです？めちゃめちゃ軽くないですか？軽いでしょでしょ。だからこれが元のやつ。はい、大人。ちっちゃ。半分だね。そうです。じゃあエキゾチックを持ってくるか。こういうサイズ感ですよ。はいはい、ちっちゃ。だいぶちっちゃいですね。スマホだよね。いやもうでもそんくらいっすね。これ踏み心地がこうなんて言ったかな、足の大きさに対して半分ぐらいしかないので、かかと寄りに置きたいのかつま先寄りに置きたいのか真ん中なのかとかがちょっと迷います。痩せるスリッパみたいなやつだね。つま先だけしかないみたいな。いやでもさ置いた感じ、どうです？意外と深いわ。音はあれだね。全然普通だね。普通なんですよね。ただ変。踏み心地が思ったよりやっぱ深いからつま先も上がるし、なんかこう奥までいってる感じがすごい。ちょっと弾いてみよう。
でも慣れれば、慣れたら、はい、いけそうじゃないいけそう。はい。これはなんだろうな、5曲やるけど1曲のここしかワウペダル使わないんだよなっていう方だとか、この大きさではいクライベイビーの音が出るっていうのはすごいやっぱメリットかもしれないね。そうですね。はい、菊池さんいろいろ弾いてきましたけども、はい、じゃあ今日最後に、今日の一番心に刺さったベストワウで弾いていただいて終わろうかなと思うんですけども、これどうですか？決められない。じゃあトップ3言ってください。持ってきます。トップ3。いや、それも決められない。じゃあこの3つをつなぐの？いや、いや、またかい。じゃあ3つつないで、いやでも同時には弾かないですよ。もうあれやりましたから、順番にこうオンオフして終わりましょう。なるほどね。同時に、いや振りじゃないですよ。振りじゃない。こうやってやったらまた違いが。違います。いや僕これ好きだな、松本さんのやつ。やっぱりやっぱりね、いい帯域を使ってるかもしれないね。ですね。いやさすがですね。これでも3つ並んだということは、これやらざるを得ないですね。しょうがないですね。しょうがないね。しょうがないです。はい、しょうがない。はい、よし、これやるぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱこうなるんだ。ダメだというわけで皆さん、今回はワウペダルということでやらせていただきました。菊池さんありがとうございました。結局これをやるってこれ寄ってなかったんですけど、もうやらざるを得ない。3つ並んだらもうやらざるを得ないですね。はい。今回の動画で皆さんもワウペダルぜひやっていただければと思います。菊池さんどうもありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまたの動画で。